プロパティに入力規則を設定する方法を説明します。実数のプロパティを作成し、指定した範囲内の値を表示します。モデリングタブを開きます。コンポーネント、新規を選択し、コンポーネントを作成します。ジオメトリー、フィーチャー、ブロックを選択し、ブロックを作成します。動作設定、ビヘイビア、その他、Python スクリプトを作成します。Python スクリプトダイアログが開くため、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。コンプイコール getComponent と記述し、Python スクリプトを設定しているコンポーネントを取得します。プロップイコール comp.getProperty と記述し、コンポーネント内に指定したプロパティが存在するか確認します。テストアンダーラインリアルというプロパティ名を探します。if, not, prop プロップイコール comp.createProperty と記述し、プロパティが存在しない場合、プロパティを作成します。実数を格納できるプロパティを作成するため、vc アンダーラインリアルと記述します。プロパティの名前はテストアンダーラインリアルとします。プロパティ作成時に使用できる制約が3種類あります。vc アンダーラインプロパティアンダーラインデフォルトと記述すると制約はなしになります。vc アンダーラインプロパティアンダーラインリミットと記述すると、プロパティに最小値や最大値を定義できます。vc アンダーラインプロパティアンダーラインリミットは、実数、もしくは整数のプロパティを作成する際に使用できます。vc アンダーラインプロパティアンダーラインステップと記述すると、ステップと呼ばれる値を定義できます。ステップ値をドロップダウンメニューの選択肢で表示し、その中から値を選択できるようになります。vc アンダーラインプロパティアンダーラインステップは、実数、整数、もしくは文字列のプロパティを作成する際に使用できます。今回は、vc アンダーラインプロパティアンダーラインリミットと記述し、最小値と最大値を定義します。prop.minValue イコール 10.5 と記述し、最小値を 10.5 にします。prop.maxValue イコール 200.33 と記述し、最大値を 200.33 にします。prop.value イコール 50.5 と記述し、最小値と最大値の範囲内である 50.5 を割り当てます。コンパイルボタンをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウのプロパティの表示がオンになっていることを確認します。プロパティを展開すると、テストアンダーラインリアルが追加されていることがわかります。テストアンダーラインリアルには 50.5 の値が割り当てられています。テストアンダーラインリアルを選択し、プロパティウィンドウの制約を確認すると、10.5 から 200.33 の制約が反映されていることがわかります。文字列プロパティを作成し、vc アンダーラインプロパティアンダーラインステップの制約を使用します。テストアンダーラインストリングと記述し、テストアンダーラインストリングというプロパティを探します。テストアンダーラインストリングのプロパティが存在しない場合、プロパティを作成します。文字列を格納できるプロパティを作成するため、vc アンダーラインストリングと記述します。プロパティの名前はテストアンダーラインストリングとします。vc アンダーラインプロパティアンダーラインステップと記述し、ステップの値を定義します。最小値や最大値を割り当てる必要はないため、prop.minValue からprop.value までの記述を削除します。
プロパティにステップの値を定義する必要があるため、prop.stepValues と記述します。選択肢をレッド、グリーン、ブルーの3つ定義します。prop.value イコールと記述し、選択肢の何番目を選択するか割り当てます。prop.stepValues と記述し、使用したい選択肢のインデックスの位置を値で指定します。レッドが0、グリーンが1、ブルーが2となるため、1と記述し、グリーンを割り当てます。コンパイルボタンをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウを確認すると、テストアンダーラインストリングが追加されていることがわかります。テストアンダーラインストリングには、グリーンが割り当てられています。コンポーネントを使用してプロパティを作成しましたが、オブジェクトにプロパティを作成することもできます。ブロックのフィーチャープロパティウィンドウに新しいプロパティを作成します。プロップイコール comp.getProperty 以下の記述をコメントアウトし、コードを無効化します。コメントアウトするには、アポストロフィーをコメントアウトしたいソースコードの最初と最後に3つずつつけます。ブロックイコール comp.getFeature と記述し、ノード内のフィーチャーを取得します。今回は、ブロックのルートノードを取得します。プロップイコールブロック .getProperty と記述し、ブロック内に指定したプロパティが存在するか確認します。テストアンダーラインインテジャーというプロパティ名を探します。if, not, prop プロップイコールブロック .createProperty と記述し、ブロック内にプロパティが存在しない場合、プロパティを作成します。整数を格納できるプロパティを作成するため、VC アンダーラインインテジャーと記述します。プロパティの名前はテストアンダーラインインテジャーとします。prop.value イコール400というように数値を割り当てることもできますが、0x0000ff と記述し、16進数の値を割り当てることもできます。Python では 0x が16進数を意味します。16進数の 0000ff は10進数では255となります。コンパイルボタンをクリックします。ブロックを選択します。フィーチャープロパティウィンドウを確認すると、テストアンダーラインインテジャーが追加されていることがわかります。テストアンダーラインインテジャーには255が割り当てられています。今回使用した Python API は Help から確認することができます。Help タブをクリックします。Python API をクリックすると Help ダイアログが表示されます。目次ジャパニーズ VC コンポーネントを開きます。メソッドをクリックすると Create プロパティがあります。Create プロパティはプロパティを作成します。Get プロパティはプロパティを取得します。Create プロパティの定数はプロパティコンスタンツのリンクをクリックすると確認できます。定数、コンストレーンツで制約の種類を確認できます。タイプのプロパティで作成するプロパティの種類を確認できます。すべての種類のプロパティがリミットとステップの2つの制御をサポートしているわけではありませんのでご注意ください。VC フィーチャーを開きます。メソッドをクリックするとCreate プロパティや Get プロパティなど VC コンポーネントと同じメソッドがあります。
プロパティに入力規則を設定する方法の説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。